美味しくできました。これで完成です。こんにちは。今日はお寿司で使う酢飯シャリを作っていきたいと思います。よろしくお願いします。今日使うお米の説明です。お米の種類にはいろいろあるんですけども、シャリに使うお米はできるだけ粘り気が少ないものを使ってください。今日使うのはささにき式を使おうと思います。それではお米を洗っていきます。今、お米を3回洗いました。洗った後はこのようにざるの上に置いて10分ほど置いておきます。そうすると米の中の水分が均一になって炊いた時もいい状態で炊けます。この間にシャリ酢に使う酢に昆布の味を足していきます。このままシャリ酢を作るまで置いておきます。10分経ったのでお米を炊いていきます。今回は羽釜で炊いていきます。羽釜や土鍋で炊くときは通常炊飯器で炊くよりも 1.2 倍のお水で炊くようにしてください。それでは入れていきます。お水を入れていきます。米の表面をならしていきます。そして水を測っていきます。水平になっているか確認するために5箇所測ります。今回は 1200cc の水を入れました。米の品種や新米、古米の状況で水の量は変わっていきます。それでは炊いていきます。今回は羽釜で炊くんですが、このまま炊いてしまうと隙間ができてしまうので、間に濡れたタオルをかまします。そのことで隙間がなくなって中の気密性が高まります。それでは火をかけていきます。最初は強火にして白い湯気が立ってきたら弱火よりも低いとろ火にして待ちます。湯気が立ってきたのでここからとろ火にしていきます。それではとろ火にしたのでここから15分間炊き続けます。15分経ったのでこれで10分蒸らします。蒸らしている間にシャリ酢を作っていきます。材料を全部入れたので中火で混ぜていきます。沸騰してしまうと酢が飛んでしまうので沸騰させないぐらいでダマにならないぐらいしっかり混ぜていきます。
それでは材料が溶けたので昆布を取って昆布から出たアクを取ります。それでは蒸らし終わったので中を確認していきます。それではシャリがくっつきにくいようにしっかりと蒸らしていきます。それでは入れていきます。ご飯にシャリ酢をつけていきます。まんべんなくかかるようにしゃもじを使って少し揺らしながらゆっくりとかけていきます。まずは上下にシャリを返してまんべんなく酢を染み込ませていきます。混ざったので寄せて山を作っていきます。山を作ってからしゃもじの平べったい部分と丸くなっている部分があるんですが、平べったいところで切っていきます。少しずつ山を崩してこの桶に沿って円を描くように切っていきます。この時に空気をしっかりと含ませてふわふわと仕上げていきます。ダマになっているところは切って一粒一粒バラバラにしていきます。切り終えたら面を平らにしてこのまま休ませます。この間に余分な水分と酢が飛んで全体的に味がまとまります。2分ほど経ちましたのでシャリを上下裏返します。美味しくできました。これで完成です。シャリはなるべく固めに炊くことがコツになります。そうすると握りを食べた際に中で程よくほどけてネタとマッチして美味しく仕上がります。